江戸時代にも丼物はあった。江戸っ子が食べた丼を再現してみた。導入。江戸時代にも丼物はあった。カツ丼、親子丼、牛丼、天丼、そしてうな丼。今の日本には数えきれないほどの丼物があります。温かいご飯の上におかずをドンと乗せる。手軽で美味しくてお腹いっぱいになる。日本人にはおなじみの食べ方ですよね。でもここで一つ疑問が浮かびました。江戸時代にも丼物はあったのでしょうか。カツ丼は、親子丼は、牛丼は、それとも江戸っ子に人気だったという天ぷらを乗せた天丼でしょうか。ところが調べてみると、そこには意外な江戸の食文化が隠れていました。今では高級料理の代表ともいえるあの食べ物も登場します。今回は江戸時代にも丼物はあったのか、その歴史をたどりながら江戸の味を実際に再現してみましょう。今日のご飯は丼なの。僕、丼物大好きだよ。じゃあここで問題よ。江戸時代は丼物はすでにあったと思う？どうだろうね。でも天丼についてはもうすでにあったんじゃないかと思うよ。だって天ぷらって江戸の庶民に人気だったんだよね。いいところに気がついたわね。やっぱりそうなんだよね。でもね、話はそんなに単純なものじゃないんだよ。そうなの？にゃん。それに今では高級料理になっているある食べ物も江戸の丼文化と深い関係があるんだよ。高級料理ってなんだろう？さて、江戸っ子はどんなものをご飯にのせて食べていたのでしょうか。まずは現代の人気の丼から調べていきましょう。第一章、カツ丼、親子丼、牛丼はあったのか。まずはカツ丼。残念ながら私たちが知るカツ丼は江戸時代にはありませんでした。とんかつにつながる料理が日本で発達するのは江戸時代より後のことです。これはなんとなく予想できたよ。では親子丼はどうでしょう。江戸時代にも鶏卵は食べられていました。卵を使った料理も多くありました。ただし現在のような親子丼が登場するのはやはり江戸時代より後とされています。卵そのものがなかったわけじゃないんだね。そうよ。昔の食文化は食材があったかどうかとその料理が存在したかどうかを分けて考えることが大切なんですよ。なるほど。そして牛丼。江戸時代にも牛肉を食べる例が全くなかったわけではありません。しかし牛は農耕や運搬などにも使われる大切な存在でした。肉食をめぐる社会的宗教的な背景もあり、現代のような牛肉食が広く定着していたわけではありません。現在につながる牛鍋などの牛肉文化が広まっていくのは幕末から明治にかけてのことです。ということはカツ丼も親子丼も牛丼も僕たちが知っているものはまだなかったんだね。そういうことだよ。じゃあやっぱり天丼はあったんだよね。それじゃあ江戸の天ぷらについて調べてみましょうね。第2章、江戸っ子が愛した天ぷら。
江戸の町で庶民に親しまれていた食べ物の一つ、それが天ぷらです。屋台では揚げたての天ぷらを気軽に楽しむことができました。忙しい江戸っ子にとって手軽に食べられる人気の食べ物だったのです。ああ、やっぱり天ぷらは人気だったんだね。だったらこれをご飯にのせれば天丼の出来上がりだよね。あきらくん、ちょっと待って。その前に、江戸の天ぷらには具材は何を使っていたと思う？野菜が主流だったんじゃないの？ナスとかレンコンとかさつまいもとか。それがね、ちょっと違うの。江戸の天ぷらで特徴的だったのは、実は魚介だったの。魚介？江戸の目の前には豊かな海が広がっていました。アナゴ、キス、メゴチ、イカ、エビ、こうした江戸前の魚介が天ぷらの具として使われました。魚介に衣をつけ、ごま油などで香ばしく揚げる。揚げたてをその場で食べる。想像するだけでも美味しそうですね。にゃトラも食べたそうにしているね。ただし、ここで注意したいことがあります。江戸時代に天ぷらが庶民に親しまれていたことと、現代と同じ形の天丼が最初から広く食べられていたこととは別の話です。丼物の成立時期には諸説があり、現在の天丼へとつながっていく過程も単純ではありません。それでも天ぷらと白いご飯、この組み合わせが美味しいことは今も昔も変わらなかったのかもしれません。なんだか天ぷらを食べたくなってきたよ。でもね、もう一つ忘れてはいけない江戸の味があるんだよ。もう一つ？第3章、今では高級品、江戸っ子とうなぎ。その食べ物とはうなぎ。今ではちょっと特別な日に食べる高級料理という印象があります。ところが江戸の食文化を語る上でうなぎは欠かせない存在です。江戸周辺の水辺ではうなぎやアナゴなどが取れました。そして江戸ではうなぎのかば焼き文化が発達していきます。江戸時代からかば焼きを食べていたんだね。そうなんだよ。でもね、昔から今と同じかば焼きを食べていたわけではないんだよ。かば焼きの名前の由来には諸説ありますが、古い時代にはうなぎを現在のように開かず筒切りにしたり、長いまま串に刺して焼いた食べ方があったとされます。その姿が植物のガマの方に似ていたことからかば焼きと呼ばれるようになったという説があります。その後調理法は変化していきました。うなぎを開き、串を打ち、焼き、関東では蒸す工程を加え、タレをつけて再び焼く。現在の関東風かば焼きにつながる食文化が江戸で育っていったのです。これは反則級の食べ物、水前物だね。あきらくん、私たちまだ何も食べてないんだよ。にゃトラも完全にかば焼きを狙っているね。そしてかば焼きと温かいご飯が出会います。もともと別々に食べられていたかば焼きとご飯、やがてご飯の上にかば焼きを乗せて食べる形が現れます。うな丼の起源については複数の説があり、誰が最初に考えたのかを断定することはできません。しかし江戸後期にはかば焼きを丼のご飯の上に乗せる食べ方がすでに登場していたと考えられています。ということはうな丼は江戸時代につながる丼だったんだね。そうなのよ。これは意外だったな。僕は絶対
天丼が主役だと思っていたよ。第4章、江戸の味を再現してみる。ではこれから実際に作ってみましょう。今回は江戸の天ぷら文化を参考にした魚介の天ぷらと江戸後期につながるうなぎとご飯の組み合わせを味わってみます。江戸前の魚介の天ぷら。今回は魚介を中心に作りますよ。野菜じゃなくて江戸前の魚なんだね。そうだよ。衣はできるだけ軽く、そして油へジュワー。これが何とも言えないいい音なんだよね。にゃ魚介を油へ入れると一気に香ばしい香りが広がります。衣がカラッと揚がったら完成。白いご飯を丼によそい、その上に揚げたての天ぷらをのせます。これだけでも十分美味しそうだね。うなぎとご飯。続いてうなぎ。かば焼きを香ばしく焼いていきます。タレをつけると表面があでやかに輝きます。そして熱々のご飯、その上へかば焼きをのせます。うわー、うまそう。これは見ただけでも美味しいとわかるよ。これってすごくシンプルでしょ。うん、シンプルだからこそすごいんだよね。にゃ最終章、江戸の丼を食べてみる。それではいただきましょう。まずは魚介の天ぷらから。いただきます。サクッ。衣が香ばしい。魚のうまみもしっかり感じるね。魚介の天ぷらとご飯、やっぱり相性がいいんだよね。江戸っ子が天ぷらを好きだったのもわかる気がするよ。それじゃあこっちもいただきます。どう？おいしい？これはすごくおいしいよ。タレが染みたご飯だけでも食べられるよ。にゃ虎にはあげないよ。今回調べてみて分かったのは、私たちが当たり前のように食べている丼物にもそれぞれ違う歴史があるということでした。カツ丼、親子丼、牛丼、これらは江戸時代より後に生まれた料理です。一方、江戸では天ぷらやかば焼きといった食文化が発達し、やがてご飯と組み合わされ、現在の丼文化へとつながっていきました。忙しい町の中で手軽に食べられて美味しくてお腹を満たしてくれる、そんな江戸の食文化には現代のファストフードにも通じる合理性があります。昔と今って思っている以上につながっているんだね。食べ方は変わっても美味しいものを手軽に食べたいという気持ちはいつの時代も同じなのかもしれないね。エンディング。最初は江戸時代の丼といえば天丼だけかと思っていたよ。でもうなぎまで江戸の丼文化につながっていたとは意外だったね。今では当たり前に食べている料理も調べてみると面白い歴史がたくさん隠れているんだよ。ところで皆さんはどの丼物が好きですか？天丼、うな丼、カツ丼、それとも牛丼？ぜひコメント欄で教えてくださいね。にゃ最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは日本の昔の暮らしや食文化を
実際に体験しながら、そこに隠された知恵や魅力を紹介しています。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。昔の暮らしに未来のヒントがある。